Go! 古民家の吹き抜けになっている部屋の一番上のこの窓、これどうやって開け閉めするんだって話なんですけども、この前までは壁を作るために作業用の足場を組んでありました。なので開け閉めは別に普通にできたんですが、壁の作業が終わって足場を取っちゃったので、こんな風にですね、完全に吹き抜けなんですよね。窓のとこまで行けなくなっちゃいました。もちろんこうなることは分かってまして、細い橋みたいなものを渡せばいいかなと思ってたんですが、橋を渡しちゃうとせっかくの吹き抜けがちょっと塞がった感じになっちゃうんで、それはちょっとやっぱりやめとこうかなと思いまして、他の方法を思いつきました。今回はこの窓を開け閉めするための、ちょっとした仕掛けを作りましたんで、ご紹介したいと思います。この窓は簡単な引き違いの窓なんで、何か棒のようなものをつけて押したり引いたりすれば開いたり閉まったりすると、そういう仕掛けにしようと思います。この窓本体にはなんか取り付けるような場所が全然ないので、窓自体にちょっと加工をしないといけないんですよね。古民家の2階には同じ窓が4つついてまして、ここは届くところにある窓なんで、これを外して加工して、それでさっきの吹き抜けのところの窓と交換しちゃいたいと思います。全く同じ窓なので、交換しても何の問題もありません。このサッシのこの上のこの部分ですね、鴨居というか上のレールに当たる部分ですが、穴を開けても問題なさそうなのがこの部分だけだったんで、こういうようなちょっとした部品をつけて、これに長い棒をつけるっていうことにしたいと思います。それで穴開けちゃってから、やっぱここじゃなかった、しまったっていうことが結構あるんで、そうならないように先にこれをですね、マスキングテープで留めてみて、この状態で、元のところに戻してみて大丈夫かどうか確認してから穴を開けたいと思います。サッシ枠の上の部分が干渉するかなと思ったんですが、なんとか大丈夫そうなんで、これでいけると思います。これでマスキングテープを剥がしまして、穴開けの位置決めをして、でいよいよドリルで開けようかなって思ったこの時にですね、あるものが目に入りました。使わなくなったアルミのチャンネルのようなこういう部品なんですけども、この方が丈夫そうなんでこっちを使いたいと思います。ちょっと長いんで半分に切ります。これをアルミサッシの上の方に取り付けます。そこにベニヤ板をつけて、そのベニヤ板に長い棒を取り付け、でこの棒を引っ張ったり押したりすれば開け閉めできると、こういうものを作ろうと思います。このアルミのチャンネルとベニヤ板、これをどういうふうにつなごうか考えてます。この L 字の金具を使って、ロックするような構造にしようと思います。アルミのチャンネルの方にはスリットがついているので、そのスリットの部分に差し込んでロックできるようにしようと思います。
こういう細かい仕組みのものってだいたい現場でちょっと調整したりですね、組み立て直したりとかしなきゃなんないんで、こういう取り付け方にしました。部品がだいたいできたので、サッシの方に穴を開けてアルミのチャンネルを固定したいと思います。アルミサッシの隙間にナットを入れて上からビスで固定するんですが、小さいナットをサッシの隙間に入れて、これを押さえながらドライバーでねじ込まなきゃなんないんで、すぐにナットが落ちちゃうんですよね。なのでこういう時はナットをマスキングテープに貼り付けて、そのマスキングテープを持ちながらねじ込めばナットが転がり落ちないので取り付けやすくなります。これに長い棒を取り付けて開け閉めできるようにするんですが、そんなに長い棒がなかったので2メートルの棒を2本つなぎます。ファクトリー9。この長い棒を柱に固定する受け材を作ります。ファクトリー9。これを窓に取り付けるんですが、まずは作業用の足場をかけます。サッシに部品を取り付けて元に戻します。柱にクランプをはめて受けを作っておきます。長い棒をベニヤ板に固定します。棒の受け材を柱に固定します。これで完成です。あまりかっこよくはないかもしれませんが、ちゃんと開け閉めできます。この後反対側の窓にも同じようなものを取り付けました。ファクトリー9。結構うまく開け閉めできるんで満足してるんですが、以前ご紹介したようにこうやってはしごも上に上がるようにしたりですね、なんかこの古民家がからくり屋敷みたいな感じになってきました。自分の家を自分で作ってるんで、他のうちにはない仕掛けがあるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。